こんにちは。日本の香川県に位置する瀬戸内観光専門職短期大学の松尾由紀です。この動画では、海外で性労働に従事した日本人女性、いわゆるからゆきさんが、戦後の日本においてどのように想像されてきたのかについてお話しします。具体的には、からゆきさんを題材にした島原の子守歌という歌の変遷を取り上げます。そして、この歌が広く流通し、銅像や絵画といった形で様々に表現される中で、何が見落とされてきたのかについても考えます。この写真には少女の銅像が写っています。少女は着物を身にまとい、赤ん坊を背負っています。頭には手ぬぐいを巻いています。そして右手には風車を持っています。これは日本で赤ん坊をあやしていた子供たちに見られた格好です。日本では江戸時代中期から昭和初期にかけて10代以下の子供たちが労働として子守をしていました。貧しい家の子供たちは裕福な家に奉公に出され働かなければならなかったのです。この銅像は長崎県の島原市に置かれています。ではなぜ子守をする少女の銅像が島原市に置かれているのでしょうか。そしてこの少女の銅像は何を表現しているのでしょうか。この銅像は島原の子守歌という歌を表現したものです。こうした島原の子守歌を表現した少女の姿は島原市で見ることができます。例えば彼女たちは広場や公園、鉄道車両に描かれています。少女と背中の赤ん坊は時に微笑みを浮かべており、どこか楽しそうにも見えます。ではこの島原の子守歌はどのような歌なのでしょうか。紹介したこれらの図像は情報が限定的であるため、この歌がどのような歌なのかを想像することを制限します。着物を身にまとった少女の銅像を見た人は、島原の少女によって歌われてきた古い民謡だと思うかもしれません。しかし、この歌は1954年に誕生しました。この歌は、宮崎公平という目が不自由な男性によって創作されました。宮崎は1917年に島原で生まれました。東京の早稲田大学を卒業後、帰郷し、島原鉄道株式会社の常務取締役を務めます。また彼は作家としても活動していました。1954年、九州文学という地方文芸誌に宮崎が書いた口の津という港という随筆が掲載されます。もともと島原の子守歌はこの随筆の中に登場する歌でした。宮崎は島原の子守歌について貧しい家の子供が自身の不幸な境遇を嘆く子守歌であると説明します。すでに紹介した通り、20世紀初頭まで貧しい家の子供たちは赤ん坊の子守を労働として行っていました。日本にはそのような子供たちによって歌われた子守歌がいくつもあります。それらは背中の赤ん坊を寝かせるというよりも、自らの労働環境や生活環境の辛さや苦しさを歌ったものが少なくありません。宮崎はそうした子守歌を参考にして島原の子守歌を創作しました。実際は島原半島の南端にある口の津港で聞いた少女の子守歌を参考にしたそうです。こうした背景は冒頭で紹介した島原の子守歌の銅像が子守をする少女の姿をしていたことに結びついています。では、この歌の歌詞はどのようなものなのでしょうか。
島原の子守歌には複数の歌詞が存在します。それらの歌詞は、唐雪さんに関連するものが多いという特徴があります。特に、子守をする貧しい少女が、唐雪さんとして海外に移住した年上の女性、姉シャンに対して思いを馳せる様子が歌われています。一般的に唐雪さんとは、19世紀後半から20世紀初頭に海外で性労働に従事していた日本人女性を指します。その多くは九州の島原や天草の出身であり、貧困などを理由に東南アジアに移住しました。その背景には、1878年に島原半島の南端にある口之津港が石炭を海外へ輸出する港として認可されたことが関係しています。口之津港から海外への渡航が可能になったため、周辺地域に住む人々の移住が盛んになったのです。しかし1908年、福岡の三池港から石炭の輸出が可能になり、口之津港は急速に衰退しました。唐雪さんに関して言えば、国際的な廃礁運動が高まる中、1920年代に東南アジアの日本領事館などが現地で取り締まりを行ったこともあり、次第に減少しました。戦後、宮崎幸平は人々に忘れられつつある唐雪さんを記録し残そうと、彼女たちを題材にした小説や歌を創作します。こうした背景をもとに島原の子守歌は生まれました。ところでこの動画では島原の子守歌の内容が事実かどうかを明らかにすることは意図していません。以下ではむしろこの歌がどのように人々に受け止められてきたのか、その過程において唐雪さんはいかに創造されてきたのかに注目します。1950年代後半から宮崎は島原の子守歌を広めようと奔走します。鉄道会社の常務取締役だった宮崎は、この歌を有名にさせることによって、島原という地域を広く知らしめ、観光客を誘致しようとしたのです。ところが、島原に住む人々の一部は、この歌を恥さらしな歌として非難しました。その理由はいくつかあります。一つは、島原の貧しい生活状況が歌われていたからです。島原の人々は歌を通して貧乏人が多いというイメージが広がることを懸念しました。もう一つは唐雪さんについて歌われていることが関係しています。19世紀後半から日本の廃礁運動家や政治家は海外で売春に従事する唐雪さんを国家の恥として非難しました。海外で性労働に従事することは女性の意思による自発的な行為とみなされました。そうした意識は新聞などを通して人々に浸透し、唐雪さんは次第に蔑まれる対象になりました。こうした背景から唐雪さんを題材とする島原の子守歌は恥さらしな歌として非難の対象になったのです。しかしこの歌はそのような社会的な恥としての唐雪さんイメージに疑問を投げかけます。これは島原の子守歌の歌詞の一節です。この歌詞はどのように理解することができるでしょうか。唐雪さんはどのように描かれているでしょうか。歌詞には島原の方言が使用されており、意味を理解することが極めて難しいです。宮崎幸平は随筆口之津という港に島原の子守歌の解説と思われる文章を書いています。この解説を参考に一つの解釈を提示したいと思います。この歌詞には唐雪さんが口之津港から海外へ渡航する場面が描かれています。例えば、やまんねはかんかじげなばいとあります。宮崎は唐雪さんの密航が行われる夜には火事があったと説明します。彼によれば、
山手の家に放火があり、騒ぎになっている間に、終戦屋によって集められた唐雪さんは、船に積み込まれたそうです。また歌詞には、姉しゃんな握り飯で、船んそこばよとあります。姉しゃんとは、子守歌の歌い手である少女から見て、唐雪さんになった姉、あるいは年上の女性を意味します。先ほど紹介した島原の子守歌の解説ともいえる文章において、宮崎は、唐雪さんは握り飯だけを持って船に乗り込んだと説明します。さらに唐雪さんは海外へ向かう船の中で多くの男性の相手をしなければならず、そのことは彼女たちにとって苦痛であったとも宮崎は書いています。このように宮崎は島原の子守歌を説明する際、唐雪さんが自由な意志を持たず男性の相手を強いられ搾取されてきたことについて言及します。唐雪さんを自らの意思で性労働に従事した女性として非難する人々とは異なり、彼は唐雪さんを貧困ゆえに海外で性労働に従事させられた哀れな女性として描きました。このことは島原の子守歌が社会的な恥とみなされてきた唐雪さんイメージを揺るがす側面を持つことを示しています。それではこの歌は日本でどのような広がりを見せたのでしょうか。先ほど紹介したように、1950年代後半まで島原での島原の子守歌に対する評価は必ずしも良いものではありませんでした。しかし、1960年代に転機が訪れます。レコードが発売された影響によって広く知られるようになったのです。日本で民謡が流行していたことに加え、悲しい曲調が多くの人々を引きつけました。また、宮崎がこの歌の解説を様々なメディア上で発信した影響もあって、唐雪さんは国の恥ではなく、哀れな女性として少なからず受け止められました。このことは、海外で性労働に従事した女性のイメージというものが、政治的、社会的な影響を受けて絶えず変化することを示しています。知名度が高まると、島原の子守歌は島原で観光資源として活用されるようになりました。その際、風車を持って子守をする少女の絵がお土産などに採用され、広く流通するようになります。少女というモチーフは可愛らしさや素朴さを兼ね備えており、お土産に最適だったのかもしれません。次第に風車を持った少女は公園や広場といった公共空間にも描かれ、島原の子守歌の視覚的特徴として固定化しました。改めて冒頭に紹介した赤ん坊を背負った少女の銅像に立ち戻ってみましょう。すでにお話しした通り、これは島原の子守歌を表現したものです。この銅像は島原市のまちづくり事業の一つとして、1990年に島原駅前に設置されました。このような少女の姿は、観光客や島原の人々にとって親しみ深いものとして享受されてきました。それは売春、差別、貧困といった内容を含み込んでいるがゆえに排斥されがちな歌を今日まで残すという重要な役割を果たしました。一方で、こうした少女の姿は、図らずも歌手の唐雪さんを想起させることを困難にしたとも言えるはずです。島原の子守歌の歌詞や宮崎の解説から読み取ることができた唐雪さんの苦境をこの銅像から読み取ることができる人は少ないはずです。では、島原の子守歌に関する銅像や絵画の中に唐雪さんを読み取ることは可能でしょうか。可能だとすれば、どのような解釈ができるでしょうか。横手和彦は、島原の子守歌の歌い手である赤ん坊を背負った少女について、彼女は雇い主に従属する存在であり、唐雪さんと同様に
奴隷のような境遇にあると指摘します。銅像の少女は一見背中の赤ん坊を気にかけているように見えますが、よく見ると上を見上げており、口がわずかに開いています。こうした表情から貧しさゆえに労働を強いられ、疲弊した少女の姿、ひいては苦しい境遇にある唐雪さんの姿を想像できるかもしれません。唐雪さんを主題とする作品の書影には、唐雪さんと一緒に赤ん坊を背負った少女が描かれたものがあります。背景には海や島が描かれています。書影の唐雪さんは華やかな様相を身にまとっており、お金を稼いで帰郷したと解釈できます。子守りをする少女はそれをどこか羨ましそうに見ています。興味深いことに、島原の子守歌にも帰郷した唐雪さんに関する歌詞があります。その歌詞には、島原に帰郷した唐雪さんが金の指輪をつけているのを見て、子守りをする少女が、あの人たちは2つも金の指輪をつけている。どこの国の金だろうと疑問を抱く様子が描かれています。この初めての海という小説を企画したのは松永五一という作家です。松永はこの小説の解説を書いています。彼はその解説で島原の子守歌を紹介するとともに、帰郷し着飾った唐雪さんに憧れる子供たちが少なくなかったことについても触れています。書影にはそうした様子が表彰されたと考えられます。また、この小説の書き手は、唐雪さんに関する複数の作品を執筆した女性作家、森崎和恵です。1980年に出版されたこの小説は実話に基づいており、島原で子守に従事した少女が、その後、唐雪さんとして海外に移住し、どのような生活を送ったかが書いてあります。こうした作品や書影を経由すると、島原の子守歌に関する図像の中に唐雪さんを見出せるかもしれません。島原の子守歌に関する図像の中には、赤ん坊を背負った少女とともに、海や灯台が描かれたものもあります。制作者に関する情報は不明です。とはいえ、海のイメージは、唐雪さんを題材にした作品などによく描かれてきました。そして赤ん坊を背負った少女と海という構図は、先ほど紹介した書影の構図とも重なる部分があり、島原の子守歌が唐雪さんを題材にした歌であることを想起させます。改めて島原の子守歌の図像の中に唐雪さんの痕跡を見出すことは可能でしょうか。また、それらの痕跡の中に、どのような唐雪さんと故郷の関係性を読み解くことができるでしょうか。あるいは、どのような唐雪さんと海の向こうの世界との関係性を読み解くことができるでしょうか。私たちの見方次第では、一つの図像を様々に解釈することが可能なはずです。この動画で示してきたように、島原の子守歌は、海外で性労働に従事した女性がどのように想像されてきたのかを知る手がかりを提供してくれます。そしてこの歌は唐雪さんの存在を伝える作品として極めて重要なものです。